今回の動画は前の動画で修理した計110受信機ボードの再修理です。このジャイロがバッテンの受信機ボードが突然壊れました。バインドスイッチを付け直したあの受信機ボードです。 LED は正常に点灯するのですが、バインドスイッチが正常に作動しません。何度押しても LED に変化がありません。モーターも起動しません。サーボも動きませんね。皆さん、この変態が壊しました。バッテリーをつなぎ直してみたらサーボが動きましたね。でもモーターは動きません。バインドスイッチも反応がありません。ダメですね。プロポのスイッチをオフにしてバインドスイッチを押すと反応がありました。バインドスイッチ自体は作動するようですね。今度はバインドしませんね。また違う症状が出てきました。バインドスイッチもダメです。壊れちゃった。わとりあえず CC2500IC とクリスタル付近を温めてみましょう。なお、これは温めてるだけでリフローではありません。変化が出ましたね。さらに状況が悪化しました。起動もしなくなりました。あれれ、また状況が変わりました。また状況が変わり、バインドしました。でもモーターは回らず。お、モーターが回りましたね。バインドスイッチを押してみましょう。ダメなのか。きたー。ということは、ある一定の温度になると正常に作動するということですか。IC のハンダクラックかクリスタルの不良の可能性がありますね。やった。この人変態です。故障部分を修理したのでテストしてみましょう。毎度のことながら修理動画は撮影しませんでした。非常に小さな IC のハンダ付けなので撮影しながらでは集中できません。ご理解くださいませ。いろいろテストしましたが作動は問題なしでした。あとはフライトテストだけですね。と言いつつもドナー基板を使い簡単な IC のハンダ付けをしてみます。これは一時的な修理です。また故障が再発する可能性があります。本来は IC を外してパッドを掃除してまた付け直す作業が必要です。小手先の種類、温度、フラックスの種類など注意してやらないとパッドを剥がしたりするので、これはこれで難しいかもしれません。できれば古いハンダを除去すると良いでしょう。何事も練習あるのみでございます。このエロじじい。作動は問題ないのですが、非常に強い衝撃を受けた受信機ボードなので予防措置としてクリスタルを交換します。今回の交換方法はヒートガンを使わずハンダゴテだけで行います。
取り付けてきました。あとは自然に冷やして修理完了です。作動確認しましたが問題ありませんので、テスト専用機体を製作しましょう。中古部品箱を見たらもう一機作れそうなので作っちゃいます。この前のテスト機体は 9K110 の新車を使ってたので、今考えるともったいないね。もったいない以前に何機目よこの変態。家の中で 3D フライトをするには自分の身に危険が迫りますので、そのための対応が必要です。目を守る保護メガネとかヘルメット、厚めのジャケットで身を守りましょう。自分と機体との間にネットを張るのも良いかもしれません。安全第一でやりましょうね。ちなみにこの機体は K100 よりも 12mm 短い機体です。組み立てて最初のフライトでこんなことをやってますが、中古部品の塊なのでいまいち安定がない感じです。今のところ修理した受信機ボードは問題ないですね。決まるときは綺麗にフリップが止まるんですよね。自分の身を守るのが第一ですが、部屋の壁に激突すると壁紙が破れることもあると思います。でもご心配なく、自分で壁紙を貼ると1万円以下でできますよ。この部屋の壁紙も自分で貼りました。簡単ですよ。まだピルエットフリップは早かったようです。